皆さんこんにちは。菅製作所の工藤です。本日はスパッタ装置の電源に焦点を当てて、その基礎から応用まで解説していきます。スパッタ装置を使う上で DC と RF の違いは何か、なぜ電源選びが重要なのかといった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。この動画を通じて電源に関する理解を深め、より効率的で安定した製膜プロセスを実現するための知識を皆様にお届けします。それでは早速内容に入りましょう。まずスパッタ装置がどのような原理で働いているのか簡単に整理しておきましょう。スパッタ装置はターゲットと呼ばれる材料の塊にプラズマ中のイオンを衝突させ、原子を弾き飛ばし、それを基板の上に堆積させることで薄い膜を作る装置です。スマートフォンのディスプレイや半導体など、私たちの身の回りにあるさまざまな製品にスパッタで製膜された薄膜が使われています。この原子を叩き出すプロセスは電気と磁気の力が深く関わっています。具体的にはプラズマを発生させて、その状態を維持するために電源が不可欠となります。電源の種類や設定によってできる膜の品質や製膜できる材料が大きく変わるため、電源はスパッタ装置の性能を左右する重要な要素であると言えます。プラズマ装置の電源にはいくつか種類がありますが、今回は特に代表的な DC 電源と RF 電源の2つに絞って解説します。まずは DC 電源、直流電源です。リモコンの電池のように常に一定の電圧で電気を流す電源です。この時、電源のマイナスはカソード、ターゲット側に接続されて、プラスはチャンバーアースに接続されています。ここでプラズマがどのように着火され維持するのか、もう少し詳しく見てみましょう。DC スパッタでは、まずチャンバー内を低圧のアルゴンで満たし、高電圧を引火します。この高電圧によってカソードから電子が電解放出され、この電子がアルゴン原子に衝突します。その結果、アルゴン原子が電子を1個失ってアルゴンイオン、アルゴンプラスに電離し、同時に新しい電子が飛び出します。この飛び出した電子がさらに別のアルゴン原子にぶつかって電離を繰り返すことで、プラズマが着火・維持されていくのです。菅製作所のスパッタ装置では、台湾のカイテック社というところが出しています DC 電源の IP シリーズという DC 電源を使うことが多いです。で、小型で安定性、信頼性が高いという特徴を持っています。DC 電源を使用するメリットとしましては、製膜レートが速いこと、そして RF 電源に比べてインピーダンスマッチングの手間が不要な点が大きなメリットです。また RF スパッタと比較して基板のプラズマダメージが少ないという利点もあります。これはプラズマ中で基板に衝突する高エネルギーの粒子と種類と量が DC スパッタの方が制御しやすいためです。デメリットとしましては、ターゲットが電気を通す導電性の材料にしか使えません。電気を通さないターゲットでは、そもそもターゲットから電子が電解放出することができません。絶縁体のターゲットでは、プラズマを起こすための電子が連続的に放出できないとプラズマ発生維持できないので使用することができません。具体的な用途としては、金属、アルミニウム、銅、チタンなどの金属や一部の半導体材料の製膜によく使われています。次に RF 電源、高周波電源です。家庭用のコンセントのようにプラスとマイナスが高速で変わる電源です。スパッタ装置で使われている RF 電源の周波数は一般的に 13.56MHz という値が使われています。これは国際的に工業用、医療用、科学用として使用が認められている周波数帯の一つであって、安定したプラズマを効率よく発生させるのに適しています。RF 電源の最大の強みは、電気を通さない絶縁性材料のターゲットにも使えるということです。プラスとマイナスが高速で入れ替わることで、チャージアップを防いで安定したプラズマを維持することができます。また、
均一性や密着性のいい膜ができやすいという利点もあります。菅製作所製のスパッタ装置では、高性能なセレン社製の RF 電源 R301M2 を多く採用しております。この R301M2 を採用する主な理由としましては、その小型さ、高い耐久性に加えて RF のパルス出力機能を搭載していることが挙げられます。この機能は製膜中にアーキングっていう異常放電が起こりやすいターゲットでも安定した製膜を可能にします。ここでアーキングという新しい言葉が出てきました。こちらについても詳しく説明していきます。例えば皆さんがよく耳にする言葉で ITO っていう材料がありますね。で、この ITO というのは酸化インジウムスのことなんですが、透明なのに電気を通すという性能を持つ透明導電膜です。ITO のターゲットは導電性材料ではありますが、酸化鈴と酸化インジウムの粉末を焼結して、作られるため、熱伝導性が低くてスパッタ時にターゲット表面に熱が集中しやすいという特徴があります。これがアーキングが起こりやすい主な原因です。R301M2 のパルス出力機能を使うことで膜の品質の低下や装置へのダメージを防ぎながら製膜することができるのです。RF 電源のデメリットとしまして、 DC 電源に比べて装置が複雑になり製膜レートも低い傾向があります。また安定したプラズマを維持するためにはインピーダンスマッチングという調整作業が別途必要になります。具体的な用途としては、酸化シリコンや酸化アルミニウムなどの酸化物と窒化シリコンなどの窒化物、また半導体も金属ターゲットも RF スパッタで製膜することができます。では DC 電源と RF 電源、どちらの電源を選ぶべきでしょうか。スパッタ装置を導入されている方、特に研究者や技術開発者の方々は年々変わる研究テーマや開発テーマに対応していく必要があります。そのため今は導電性材料を扱っていても、将来的に絶縁性材料の製膜が必要になるかもしれません。そこで菅製作所では、お客様のテーマが変わっても柔軟に対応できる導電性、絶縁性、どちらのターゲットにも対応可能な RF スパッタを基本にご提案しております。もちろん DC スパッタに特化したご要望がある場合は DC 電源での対応も可能です。ユーザーのニーズに合わせて最適な電源構成を提案しますので、どうぞご相談ください。本日はスパッタ装置の電源について DC 電源と RF 電源を中心に解説しました。DC 電源は導電性材料向けで製膜レートが速く、基板のプラズマダメージが少ないといった利点があります。プラズマ着火のメカニズムについても理解を深めていただけたかと思います。RF 電源は絶縁性材料向けでパルス出力機能などを活用することで安定した製膜が可能です。菅製作所では高性能なセレン社製 RF 電源を採用することで多様な材料で高品質な製膜を実現しています。この動画が皆様のスパッタ装置に関する理解の一助となれば幸いです。もしご不明な点やさらに詳しく知りたい内容がありましたら、ぜひコメント欄にご質問ください。最後までご視聴ありがとうございました。